You can enjoy this video in high quality. Yan K. 皆さん、こんにちは。ジャパントラベラーの摩天楼です。今回は、日本遺産に認定されている、ジャパンレッド発祥の地、岡山県高梁市、成羽町吹屋にある、重要伝統的建造物群保存地区、吹屋ふるさと村を巡る旅をお届けいたします。この動画は視聴者の皆さんが実際に旅をしているような仮想体験する番組です。どうぞお楽しみください。吹屋ふるさと村は、岡山県高梁市、成羽町吹屋にある、金属を精錬、鋳造する職業や職人、及び、その細工場を吹屋と呼ばれていました。石州瓦とベンガラ漆喰壁の赤い街並みで知られ、歴史的街並みの残る、6.4 ヘクタールの範囲が、重要伝統的建造物群保存地区として、選定されています。重要伝統的建造物群保存地区とは、日本の文化財保護法に規定する文化財種別の一つ。日本の市町村が条例などにより決定した伝統的建造物群保存地区のうち、文化財保護法第144条の規定に基づき、特に価値が高いものとして、国、文部科学大臣が選定したものを指します。峡谷沿いの道から山へ分け入り、人家も稀な、急峻な山道を進むと、突如として眼前に現れる赤い街並みに驚きます。赤褐色の瓦で葺かれた屋根、ベンガラ塗りの格子で鮮やかに統一された立派な町屋が、道の両脇に並ぶ、岡山県中西部の吉備高原上に位置する、吹屋の街並みである。吹屋は、かつてベンガラと銅の生産地として繁栄した鉱山町で、備後、東条、広島県の庄原市と、備中成羽、岡山県高梁市成羽町を結ぶ、旧吹屋往来の中継地点に位置し、各種物資の集産地として、大いに賑わい、往来沿いには、ベンガラ問屋や宿屋、銅山労働者を対象とした、各種の小売商を営んだ家々が軒を連ねました。その財力を背景として、各商家は、石見、現在の島根県西部から、宮大工や、瓦職人を招請し、競うように、優れた一生の町屋を建築しました。そうした地域の人々の活発な営みの中で、形成されたのが、他に例を見ない、美しい、赤い街並みの景観であります。文化財保護法でいう伝統的建造物群
保存地区とは、城下町、宿場町、門前町、寺内町、港町、農村、漁村などの伝統的建造物群、及び、これと一体をなして、歴史的風致を形成している環境を保存するために市町村が定める地区を指します。この制度は、文化財としての建造物を、単体ではなく、群で保存しようとするもので、保存地区内では、社寺、民家、蔵などの建築物はもちろん、門、土塀、石垣や、水路、墓、石塔、石仏、灯籠などの工作物、庭園、生垣、樹木、水路などの環境物件を特定し、保存措置を図ることとされています。日本遺産の認定、吹屋、ふるさと村、重要伝統的建造物群保存地区は、令和2年、2020年6月19日に、ストーリー、ジャパンレッド発祥の地、ベンガラと赤金の町、備中吹屋として、日本遺産に認定されました。日本遺産認定のストーリーは、次の通りです。標高約500メートルの高原上に、忽然と出現する赤い街並み。かつて国内屈指のベンガラと同生産で繁栄した鉱山町、吹屋である。吹屋で生産された赤色顔料のベンガラは全国に流通し、社寺などの建築や九谷焼、伊万里焼や輪島塗など日本を代表する工芸品を鮮やかに彩り、日本のイメージカラーであるジャパンレッドを創出した。富を得た商人たちは赤い瓦とベンガラで彩色された格子で家々を飾り、今も残る街並みは独特の景観を醸し出し、訪れる多くの人々を魅了している。また周辺にはベンガラ工場跡や銅山跡等も残り、ジャパンレッドを創出した王子の繁栄を忍ばせている。というストーリーです。日本遺産とは、我が国の文化財や伝統文化を通じた地域の活性化を図るためには、その歴史的経緯や地域の風土に根ざした世代を超えて受け継がれている伝承、風習などを踏まえたストーリーのもとに有形、無形の文化財をパッケージ化し、これらの活用を図る中で情報発信や人材育成、伝承、環境整備などの取り組みを効果的に進めていくことが必要とされています。文化庁では、地域の歴史的魅力や特色を通じて、我が国の文化、伝統を語るストーリーを日本遺産、ジャパンヘリテッジとして認定し、ストーリーを語る上で、不可欠な魅力ある、有形、無形の様々な文化財群を総合的に活用する取り組みを支援しています。世界遺産登録や文化財指定はいずれも登録、指定される文化財、文化遺産の価値づけを行い、保護を担保することを目的とするものです。一方で、日本遺産は既存の文化財の価値づけや保全のための新たな規制を図ることを目的としたものではなく、地域に点在する遺産を面として活用し、発信することで地域活性化を図ることを目的としている点に違いがあります。
ジャパンレッドを創出した吹き矢ベンガラ。海外の人々による日本のイメージカラーは圧倒的に赤と言われ、その赤は古来より生命の源、神聖なるものを象徴する色彩とされていました。赤色が映える九谷焼、伊万里焼の陶磁器や輪島塗の漆器等、我が国が誇る多くの伝統工芸品に用いられたのは、備中吹屋産の赤色顔料、ベンガラでありました。これら優れた工芸品は、遠く欧米の地でも高く評価され、日本的色調の赤である、ジャパンレッドとして認識されました。ベンガラは、銅山から銅鉱石と共に産出された硫化鉄鉱石を原料としています。硫化鉄鉱石から取り出した緑板、銅は硫酸鉄の結晶を釜で焼成し、水槽に入れて不純物を取り除き、細かくこなし、脱酸し、天日乾燥を経て赤い粉末状のベンガラとなります。吹き矢では、江戸時代中期から、ベンガラの製造に着手、陶磁器、漆器等の顔料や、建築、船舶の防腐塗料として重用され、全国市場を独占しました。明治10年、1877年に開催された、第1回内国官業博覧会では、吹き矢ベンガラは、一等宝条を授与され、その良質さと名声は全国に広まりました。特に、陶磁器の赤絵や、漆器のシ漆には、吹き矢ベンガラは、書くことのできないものとされ、まさに吹き矢は、ジャパンレッド発祥の地と言えます。ご視聴ありがとうございました。いかがでしたか？これからも人気の観光地やあまり知られていない場所など、実際に旅をしたような動画を配信してまいります。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。